それでは、雨粒の速度問題について見ていきます。早速問題です。雨滴は速さに比例する抵抗力、比例定数 K を受けることが知られている。そのため、地上に降ってくる頃には、一定の速度、終端速度 U となる。雨滴の質量を M として U を求めよ。では、雨滴を描いてみましょう。雨滴には重力 mg がかかります。また、問題文によれば、抵抗力がかかります。そして、地上に降ってくる頃には、一定の速度、終端速度 U となっています。この抵抗力が物体の運動方向と逆向きに働くことは、問題文で言われてないけど、でもイメージできるよね。もうみんながものすごいスピードで自転車を漕ぐときに受ける抵抗はやっぱりみんなの運動方向と逆にかかるよね。そして問題文では、雨滴は速さに比例する抵抗力を受けると書いてある。この抵抗力の大きさは Ku となるんだね。速さに比例しているで、比例定数が K なんだ。では、下向きを正として運動方程式を立ててみましょう。ma イコール mg マイナス ku。一定の速度で運動しているから加速度0。下向きに落ちてるじゃんと思わないで。加速度っていうのは速度がどのぐらい変化しますかっていう勢いのことだからね。一定の速度で動いてるんだったら加速度は0だからね。これを解いて答えは U イコール K 分の mg となるわけです。これは飛ばして OK ですが、球体に働く空気抵抗には、球体の速さに比例する粘性抵抗と、球体の速さの事情に比例する慣性抵抗があります。本文では粘性抵抗だけが働くとして考えています。雨滴にかかる抵抗力 kV っていうのは大きさが刻一刻と変化するので、高校では真正面から扱えません。この kV の V が刻一刻と変化しますよね。だから抵抗力の大きさは刻一刻と変化していくわけです。高校で勉強する MA イコール F の F には常に一定の大きさの力が入ります。もしその MA イコール F の F がもう刻一刻と変化しているようだったら、何かその問題を解くのに工夫が必要なんですね。この VT グラフ見てもらうと、傾きが刻一刻と変化してますよね。VT グラフの傾きが刻一刻と変化しているということは、加速度が刻一刻と変化しているということです。つまり、ma イコール F を考えれば、この物体に働く力が刻一刻と変化しているということになります。だから、真正面からは解かずに少し工夫をする。今回は速度が一定になった状態速度が一定になった状態、速度が終端速度となって一定になった状態、加速度ゼロの状態に注目して問題を解いたわけですね。